よしよっしゃ70ぐらいですかね。そうですね。はい、こんばんは、村岡正則です。今日はですね、ランカーシーバスを狙ってみた動画です。で、今日一緒にやっていただくのは北海道からお越しのフィッシュマン赤塚健一さんです。こんばんは。4年ぶりでよろしくお願いします。また今年も来ちゃいました。さあ状況はどうでしょうね。なんか今年は結局、かなり厳しめでした。特にこの自分のスタイルでやるおかっぱりに近いエリアは、パッとしなかったんですけど、それでもこの城は今残ってて、で鈴木もポツポツいるので、しっかりやっていけば。一応連日マサッチチャンネルで勉強させてもらってます。ありがとうございます。まあでも80アップは結構出してるでしょ。自分はつってんですけど、なかなかロケにならない感じ。今日の読みは？今日の読みはいいと思いますね。あ、そう。一昨日かな、めちゃくちゃ冷たい日になって、やっと東京初の冬になって、で雨がめちゃくちゃ降ったんですよ。水温ドーンと下がって、2日経ったので、で大潮なんで4回上げ潮があったので、だいぶ水温は今下げ5分ぐらいなんで、あと2時間半くらい。いやー楽しみだね。今年こそ釣ってください。久保田抜きをね。久保田抜き95だったかな。いつの間にそんなんつったっけ？でも全然ね、特に冬にここはメーター級も出るんで狙えると思います。わかりました。今日も一日よろしくお願いします。よし、やりましょう。さあとりあえずこっち真正面で。はい、真正面流していきましょう。さあじゃあコークフィッシュいただこうかな。コークは結構 SNS でも見ますね。あ、本当。はい。いや嬉しいな。熊本でもね、やっぱコークで釣ってる人がね、すれ違う人とか釣れますかなんて言ったら、あ、赤塚さんコークで釣れましたとかって。熊本でケンさんに声かけられたらビビりますね。結構。この秋はどうだったんですか、釣りは。ロケというか。この秋はね、熊本でロケを、シーバスロケをやって、公開はもう間もなくだと思うんだけど、フィッシュマン TV の方で、そんなに大型は出なかったけど、なんとか型は3本ぐらい映像の中で釣れたんで、良かったかなと。ただあそこのポテンシャル考えたらね、65とか70とかだったらね、素直に喜べないと思うんですよね。すごいフィールドですよね。決して状況良くなかったと思うのに、釣り大会で90アップがトップ10。トップ10全部全員。すげえな。相変わらず日本一ですね。結構だから外してる人は結構いたと思うんですよ。いわゆるゼロで帰ってきた人は。なんかエントリー数が600人だった。へえ、もうじゃあ文字通り日本一になってきましたね。ちょっとあそこまで参加者集めてるの他ないよね。ですよね。だからブルーブルールアーが初めて優勝したっていう。そうだよ。ウィニングメーカーになったんですよ。99.5 センチ。嬉しい、めっちゃ。ナレジですよね。そう。ナレジかと思ったもんね。持ってたのに。秋ど本番でね、バイブレーションだったんですね。そう。よく上がったな、99.5が。よく上がったな。ナレジのフックで。よく取れたな。結構大きくしたんですかね。6番でも問題ないぐらいなんで。だってデフォルトでついてるスプリットリングだってさすがに99なら想定してないでしょ。そうですね。よく取ったよな。いやー、熊本はやっぱすごい。さあ、ちょっとルアーを買います。ケンさんのロットは何ですか？ロットはね、コモドの 75H。 75H。パーポンで使った6点あるでしょ。はい。あれのちょっと一つマイルドな感じ。その番手持ってないな。10g から 130g っていう投げるやつだね。広いな。P は何号ですか？ P は2号で、リールは200万 IMZ。 あ、最新。やっぱいいですか？いいね。そうなんだ。めっちゃ飛ぶよ。今飛距見て。おお、食った。いきなり食った。ドリフト中ですね。あ、外れた。60ぐらい。60ぐらい。すごい。だってちょい投げで見てて、着水点見てて軽く投げますよ。すごい軽くだよ。何で投げたん？ルアーなんだろうと思ったんですよ。ほら、あんな飛んでちょい投げ。今パワーは2割。へえ。ルアーは何ですか？ルアーは TKLM。 P が2号。じゃあブレーキを電子コントロールするから、いわゆる電子じゃない普通のベイトリールだったらだいぶブレーキないような感じなんですか？いや、全部ね、手動でセッティングするんですよ、ブレーキ。へえ。で今8段階のうちの3。ナイトで着水の時にも回りすぎちゃうから、4ぐらいがいいかもしれない。
俺どうしても飛ばしたいので、3とかにしちゃったんだけど、でおろしたての時なんて1でやったんですよ。十分でしょっつったらスーパーバックラッシュしちゃって、ああやっぱその設定は大事なんですよね。そうだね。でも設定決まるとめちゃくちゃ飛ぶんですよね。自分もガボッツ150でいきます。なんとなくこのちょっと下15センチぐらい下をそうですねトレースやってるようなイメージですね。着水点はでも水深30センチぐらいなので、本当気をつけてください。じゃあ次はね、ルアーチェンジ。ルアーチェンジガボッツですね。ガボッツ兄弟で今年一番思い出に残る魚なんですか、今時点で。今年一番、いや今年も行ったな。釣りビジョン系ですか。釣りビジョン系ではね、2月にコロンビア、ピーコックとカショウロでやって、あとニュージーランドやってきて、で情報がなかったからよく分かんなかったんだけど、たまたま着いて翌日からね嵐になっちゃったの、春のみぞれと風が20メーターぐらいだから、立っててこうやって巻いてるだけでおっとっとっとってなる。これ釣れないでしょっていうねちょっとまだオンエアされてないんで、オチはなかなか言いづらいんだけど、でも見どころはあるんですか。嵐こんな強いのっていう、多分前編後編があって、前編だけ見たら多分ニュージーランド行きたくなくなるかもしれないただね、ちょっと我慢して後編も見ていただければ、一番最終日に釣りを終えて観光を入れたんだよね。でその観光日快晴で、もうこれぞニュージーっていう美しい美しいやつ。北海道とニュージーランドどっちが美しいですか。似てるじゃないですか。ニュージーが勝つ。全然違う。全然違う。気候帯では北と南では違うけど、似てるんだけど、まずね向こうの山には木がない。全部岩山なんですね。全部岩で、ほとんどが 2500m から 3000m の連山だから、そこだけ俺が行った日が寒かったんで雪降っちゃったわけ。その前の週にはスキー場もクローズして雪がないからで終わったんだけど、急に降り始めてきたわけ。だけどそのおかげで景色がぐっと良くなっちゃった。じゃあ最後の雪景色みたいな。そうで夏ですもんね、ここから。そうだね、これから。今ちょうど春、日本でいう4月とかで、あれでね大変嵐の中苦労して、結論から言うと魚出たのね。もうなんとかっていう、あの一発はねちょっと涙が出そうになるぐらい。そんなに。それぐらい苦労して、いつも釣ってるブラウントラウトだったんだけど。魚釣って泣いたことありますか。一番最初に7-8年ぐらい前に、野生のピラルク釣った時、いつも水族館でしか見たことない魚が自分のここに乗っかってるっていう震えてね、止まらなかった。この震えが、乗ってる瞬間、触ってる瞬間。そうで写真とか撮ってもらってる時も止まらないで、ちょっとうるっときたなあれな。やっぱ憧れが強かった分ね。でそれが今抱えてるんだって。さっきファイトしたんだ。釣りってすごいですよね。なかなかいい年してそんな泣けるってなかなかないですもんね。何事も一生懸命やればね、そうなるんだろうけど。好きなパワーがでかかった分すごいよね、手のひらに収まった時が。もういつ重量感のあるランカーが来てもおかしくないんだよね。そうですね。ドスンという。90アップが90アップか。どっちかにはチャンスあるんじゃないかと思うんです。創業なんでそんなさあ、90アップなんか最近よく出てるけど、そんな狙えたっけ。こういう言い方言うとなんか嫌な感じなんですけど、自分はこの界隈の釣りで見えてはいたんですよ。だけどやっぱり一人でやるから、それでも3回に1回は取ってたりして、だからワンシーズンで2本かそんぐらい取れてたんですけど、おかっぱりとかボート合わせて。でも多分全然一般的な釣りではなかったので、今ビッグベイトでその沖の魚探反応を当てる釣りになってから、やっぱり誰でも比較的チャンスがある時代になりましたよね。なるほどね。じゃあ魚はいたんだ。すごいね、東京は。魚の濃さもそうですね。随分減ったなって感じしますけど。そう。いつもほらこの時期毎年乗らせてもらってるから、
まあいるなっていう印象だよね。うわ死んだ。気持ちいい。やばいやばいやばい、俺行ってる。気持ちいい。外れた？やばい。気持ちいい。めちゃくちゃゆっくりでしたね。ヒット中だよね。はい、ヒット中です。なんだったらガボッツ？はい、ガボッツです。めちゃくちゃゆっくり巻きました。ああ、でもそんな大きくないですね。60後半ですよね。ガボッツか。作っていただいてもよろしいでしょうか。はいはい。僕はネット大丈夫ですよ。久しぶりの1年ぶりの東京湾のシバス。地合いなんでそうそう。あ、でも太くていい魚ですね。あるね。はい、こうあって。じゃん。あ、70あるかもしれないですね。はい。でも測りません。まあランカー。もうランカーだけでいいです。測るの。そうですね。いや今日いい日だな。本当に風ないね。すごい。今日は相沢連合に入れるかな。ステッカー忘れた。ステッカーないの？仕込み不足、すいません。この間総長に渡したら安心しちゃって。ああ、それは安心するよ。総長に渡すために作りましたから、ね。でもあれ総長に3枚ぐらいあげてなかった？ 5 枚渡しました。5枚だよね。うわ、後ろいたな今。いや今ルアーの後ろに魚がいましたね。なんか見切られて反転されたなんか水流に押されてルアーが変なことになってました。ああ、そうだ。キングサーモンまたやりに行くんだよ。お、いいですね。今度は、はい、あんま情報がない、チリにで、しかも、2月同じ種なんですか、キングサーモン。ああ、ちょっと厳密に言うともうすごいもう昔に、南米でキングサーモン育つんじゃないのっていう学者がいて、で養殖でトライしてたんです。なるほど。うまくいったのはアトランティックサーモンとか、チリ産のさサーモンとかよく見ない？あれがすごい大成功したんだけど、キングはどうも失敗したの。ダメだったと。それの生き残りが野生で生きてた。じゃあ動詞は動詞なんですね。そう人間の手で。そう今は 100% そのワイルド化して子孫繁栄を繰り返してるやつ。ただその輸出の生産ラインには乗らなかったっていう。世間的には外来種ですけど。そこ出ますんで、そこ。そこのこのモヤモヤ。これでしょ？そこ出ますんで、うまく流し込んでください。でそれがさ、まだルアーマンが入った人がいないのね。まあそんな秘境ですか。釣り方も場所も分かんないで、なんかその方が燃えるじゃない。そうですね。ここにルアーで挑むんですよね。そうスプーンで。で反対側のアルゼンチン側は結構ルアーで確立されてるので、チリ側が分かんない。チリ側、そんな8時か。じゃあ8時半ですね。この界隈の人の8時半の時報があれです。いやすごいな。あのホテルから見てたら真ん前なんだ。そうですね。いや花火はいいね。よし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 。ちっさ。嘘でしょっていう。今日1本目なんで大事に。おお、外れました。50センチぐらい。俺もキューエドとか荒川で釣りしてたけど、昔はなんか変なてんてこりな動きをする UFO みたいなのがいっぱいいて。本当ですか？めっちゃいたんだよ。なんか歩いてたんじゃないですか？歩いてないよ。でこうやってずっと上見てて変な動きすんなーって思ってたらバイトが出るじゃない。変な動きっていうのはこううにょうにょ。お左手離して、やっぱ相当ゆっくりがいいですね。今左手離してたら流してるだけで食いますよ。そうだね。変な動きっていうのは右ジグザグ。へえ。パンパンパンって。そう UFO ですね。漫画に書いてある完全に UFO だった。藤子不二雄の UFO の動き。ただ遠いからかといってあんな動きできないなと思ってずーっと見てて、でリトリーブがおざなりになるじゃない。でそういう時にサバ先持っていく。そうですね。ボーンって出ますよね。お来たみたいな。だからずーっと俺はね空見てた。もうあそこ上がってんだ。あしくた。でかい。どうかな。今の流しでヒントをもらったんでもう今もほぼ巻かないで止めてますね。こっちが行ってます。回収しよう。でかそうでかそう。でかいね。でもない。でもなかった。かっこいいなこの鈴木。この鈴木かっこいいですね。
おや最高がありましたね。よし決まりました。よしおいいいじゃん。いいっすね。これもいったね。ていうかかっこいい。34ある70あるなしですよ。っていうかかっこいい魚。なんか言ってないけど美しさに免じて横持ちわからないやつですね。見てこの綺麗な魚です。ガボツをもうただ流しでパフッと出ましたね。パフッガボン。はい、お願いします。元気なんですよね。はい、レッドスローですね。レッドスロー。お、ホワイトバイト。あれもう一発。あれそんなターポンみたいな感じじゃないですよ。あれ一匹がこう食ってたんですかね。それとも何匹かがバンバンバンってやってたんですかね。その可能性あるね。どっち？あ、複数ですか。群れがね。じゃあ最初のバイトはある一匹で、それをかかんなかったポロってこぼれたやつは次のやつが多分ね。お、ライズしました。ライズしたね。もやもやの今ねずっと出たステイ出た。何してかわかんないおじさん。黄昏ね。黄昏黄昏情報。黄昏でねっていう続き。もうお、でっか。あれ？いやでかいですよ。でかいよね今ね。90メータードン持ってったよ。うわ。持ってったけど今のもう一発。またドン。なんで乗んないの？それは知りません。中尾さんには人徳ですって言ったけど。こういう浅いとこのバイトは魚が下から突き上げるわけじゃないんで、水面に穴が開くようなバイトで、でもルアーって浮力があるから穴が開いて魚は吸い込んでると思うんだけど、ルアーは浮力があるから入っていかないんで、その穴が開いた後に戻ってきた水でだいたいルアーが持ち上がって水がボーンって出たてっぺんにあるんだよね、だいたいガボツが。地合いです。地合いです。もう流すのが一番ですね。そうだね。泳がせないぐらいで上からこの城が降りてきたんですね。めちゃくちゃいますよね。めちゃいるね。めちゃくちゃいると思う。これですね、このタイミングですね。はい。ライトで照らしちゃいけない地合い。いや衝撃ちょっと久しぶり。去年とか一昨年味わってないよ。あ、そうですか。相当でかかったですか。こうやって持ってったから最初のやつドーンってちょっとビビったぐらい。ビビったぐらい。ちょっとおしっこちびりました。出たね。2滴ほどいったな。それは更年期障害。あと数分です、地合い多分。マジ魚下行っちゃうんで。でもベイト一段ちょっと落ちましたよね、多分。ここはどんどん通過点なんで追いかけていく感じ。追いかけたいです。はい。ただ船はここから行けないんですよ。だから一回回り道して違うラインでまた。私禁漁期が指定されてしまいましたので、11月14日9時からケンさんが釣るまで禁漁。今もその辺だったもんな。そうですね。でももうファイト中にやっぱ背に触ってラインボロボロです。気をつけないと。それなり強引に寄せてこないと。これ多分あれなんです。僕さっき出ちゃってます。UFO 探さないとダメだ。雲が出てる。あ、出た。あれ乗らない。弾かれた。今はそのジグザグしたのあんま見ないんですか。いやもう見ない。20代の時はよく見てたんですか。毎晩見てたんですか。ほぼほぼ毎晩。なんだろう、心が綺麗だったんですかね。いろいろ汚れたんじゃないですか。なんかそういう人じゃないと UFO って見れないようなイメージがある。信じてないと現れないって言うじゃないですか。まただよ。弾かれた。何投げてるんですか。ガボッツ。ダメですね、ガボッツ。流してる。もっとゆっくり、もっとゆっくり。いや巻いてないんだよ。むしろリール逆巻きなぐらい。逆巻きなぐらい。もうなんか7本ぐらいバイトもらってるんだけど。ほら、ね、見た？ガボッツ飛んだんだよ。なんであれで乗らないの？ポンってガボッツが。すげえ音でしたね。すごいよね。で、糸も結構老けてるから、そんなに弾かなくてもこんなもんですよ、多分。それでもこの衝撃がすごいからね。ガボッツが弾かれた衝撃が。投げたい。禁漁期。禁漁期と。私やったら90出るかもしれないから。いやまあ90の試合はこの後です。もう2つ下の背だと思ってますよ。なんで乗んないんだよ。早いんじゃないですか。
もっと送って今のは絶対早い。送ったって弾かれるんだよ。視聴者の人も思ったと思う。多分それは早いよって。ちょっとね焦ってます。だって10-0ですよ。今多分音も全部聞こえてるから、それは早い点数ってみんな思った。失礼しました。やばい今日。すごい日。俺こんな日初めてかも。針はついてますよね。ついてたと思う。いやそんなことない。おお出た。乗んない。乗んない。よし。いやかかった。よし。こんなちっちゃいの今度。やっとかかったね。やっとかかったけど。でも大事に行こうか。なんでよりによって。まあでも一本は一本。11の1ですね。いやーめっちゃございます。やっと釣れだ。針ついてた。はい。でもちっちゃいって言いながらこれぐらいでしたからね。でも今までで一番小さなバイト。竿を持ってったやつはきっと90あったんじゃないかな。そいつを釣りたいと思います。じゃあ離します。ちなみに本流のニジマスもね、フローティングミノをアップに投げて、ドリフトなんですよ。巻くんですか？巻かない。やっぱ流すだけ。流化。やっぱ魚流化物好きですよね。だからどれだけ自然に流化できるかっていう。まあでもケンさんとね、オマーン行ったり地球2周近くしましたね。2周どころじゃないでしょ。この間のドバイで1周してんだから。南米だけで1周したじゃないですか。でオマーンがあるから2周地球2周してきた。してんな。1年間でね。いや本当1年ありがとうございました。いやこちらこそ。まだいるパフォーマンス。これちょっと会話させてくれないよね多分。うわーすごい。すごいまた試合。祭りだね今日は。ですね。でも本当にってぐらいいなくなりますから突然。来たまた来たよこの城。投げたい投げていいかい。そうぞ。一本釣ったし。ほらこの城入ってきた。このタイミング。あれもうダウンだな。ああよし。すいません今魚が見えてた。これはでかいの。多分でかい。しかもめっちゃ一番遠い筋で勝ちした。次切られたくない。さあランカーシーバス狙ってみた。よっしゃー。ランカーないか。何ぐらいか。頭でかい。見えない。よっしゃー入った。見てほら見てこの人。でかいそれ。でかい。なんだよ。すいませんちょっと一頭で持ってかれちゃいましたよ。ホームなんでホームで散々やった釣りなんで。ただこれもギンギラギンですけど70ちょっとですよ。75ぐらい。75もないんじゃないか。74ですね。4とか3とかか。いい魚だねですね。はい74センチ。ランカーまであと6センチです。あ、ケンさん自愛。バッコバコ言い出した。いっちゃうよ。はい逃がします。これ言い過ぎて俺の食ってくれんのかなっていう心配だよねこれ。来た。これでもこの城が当たってきてる。今日一のこの城の群れですねこれ。見てほらほんな。うわすごい。こんないる。すげえ。やっぱいいですね秋は。ねでも70までですねこの群れ。なんか当てますか。ちょっと場所変えましょう。さあちょっと下のまったりしたところに来てみました。ガボツで引き続きいますね。すげえ今日大当たり。さあこんな日だからこそランカー取りたいですね。取りたいね。メガ若葉ダブルランカーで。さっき言った清澄白河のユージってラーメン屋さんどうでした？美味しかったね。やばくないですかあれ。やばい。マグロの骨のねラーメン屋さんなんですけど、あっさりして旨味があるのに、パクチーがめっちゃ合うっていうのが不思議ですよね。あれ油分ないですよねほとんど。ないねスープに。あれ痩せちゃうラーメンだね。太りにくいラーメンだね。痩せではしないか。だから胃にもたれないじゃないですか。だから多分若い人には物足りないかもしれないけど、女性とか
中高年男性が絶対いいだろうなと、なんかもう味方って感じがする。それ週1で行くんですよ、あそこ。ああ、行くな。近いし。行く。だから僕は帰り際に札幌支店お願いしますって言ってましたね。なんだったら俺が金出すんですって。すごい勧誘の仕方で。だからスタッフを送り込んでくれて、本当に説得しにもう一回行こうかしら。あれ何時までやってるの？11時ぐらいだと思いますね。はい。ちょっと今日は無理かな。いやもう一杯食えるもんだって。ああ、そんなぐらいですよね。ちょっと下のレンジをスネコン130で続きます。惜しくった。かなり下でしたね今。スネコンで1メーターぐらい沈めてました。そんな大きくないか。いや、スネコン気持ちいい。この中層のドーンとかよいしょよいしょ。気持ちいい。極太連発。さっきと同じぐらいか。でも70ちょっとですね。これも測りません。ムカつきますね。なんで非常になんでムカつかれてんだ。もう頭にきちゃったな。さあ今度はね、コークのね板重りバージョン。そんな板重りバージョンって。これプラス 4g ぐらいやってるんでだいぶいきますよ。ただ、目に気をつけないといけないね。そうですね。はい、いきますよ。板重りバージョンでただのチューンじゃないですか。そうするとザラザラになるじゃない。雨だ。うわ、そんな予報でしたっけ？違う。天気予報見たけど全く雨なんて書いてなかったよね。ホースガイル160、なんかレンジとドンピシャな気がする。ちょっとダウン方向に投げて、最初からホースガイル水当てて、こう70センチ幅ぐらいかな、ブン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 スイングするような S 字を描くので、アクションというよりは軌道ですね。 S 字軌道で、もう U 字というよりはしの字で、全然この上がってくる最中も来るんで、気は最後まで気抜かず。寒い。防寒ウェア着てくるべきだった。あれ、それってそのまんまターポンの時のターポンのまんまターポンの時から洗ってもないですよ。だからさすがになんかキーキー言い出してベアリングですよね。そうだね。洗ってないっていうことは、レベルワインダーも言ってるかもしれないし、もうターポンこのベイトでかけまくってからすっかりちょっとベイトづいちゃって、この秋は毎回持ってきて半分ぐらいはベイトをタックル投げてるんですけど。本当に面白いですね、やっぱ。重いの投げるときだってスピニングだと人差し指痛いんじゃない？それをね、なんかいろいろやる技術は持ってたんですけど。なるほどね。まあやっぱ楽ですよね。さあ試合です。試合だけどどんどん水温が下がってきて、川の上から冷たい水が降りてきて、それを考えると1枚下かな。変に張る。寒い。当たった。食いました。やっぱスネコンのレンジですね。一投で出たから。いやー、この秋も終わってくな。名残惜しいな。めちゃくちゃ釣り行ったんですけどこの秋、それでもなんか名残惜しいですね。月に何回ぐらい？多分10月の長考回数40回ぐらいです39か40。10月28日ぐらいに数えた時36で、あと2回ぐらい行くからなんて言ってたんで40回行かないぐらいです。すごいね。めちゃくちゃ行きましたけどね。日中サワラやって夜シーバスやってって感じででも何もできなかったような感覚を得ますね。なんでだろう。いろんなルアーテストは終わって行きまくっただけあって、あらゆるシチュエーションでテストはできたんですけど、水温が17度割りそう。 0.6 度下がるってやっぱ嫌ですよね、魚。そうだね。上から川の冷たい一昨日降った雨が来てんでしょうね。鼻水出てきた気温急激に気温もよし、よっしゃ、よし、さあ、いいんじゃないですか。メーラーライ軽い外れてないよね。外れてない。コークドンピシャ。外れた。嘘。でもコーク合ったね。合ってますね。合ってますね。アップした。
ケンさん今日何倍と聞いちゃいけない質問こういう日もあります。こういう日もありますよね。なんだっていう感じだな。大きな声じゃ言えないけど、12バイト12ヒット、バイトじゃなくて12ヒット、こんな日もありますよ。いやすごい日だ。よし来るよ。これは乗ったなんすかその安いね。よしよしよし。遠いんだよ魚が。面白い。バレちゃうかもな。もう自信もなくなってきた。バレると思ってるとバレるんですよ。13ヒット目、ああ遠いんだよ。暴れないで。バッチリいってるとは思うんだけどね。でもまあ70、まあでも航空フィッシュですよね。うわーいい対抗じゃない。おおごめんなさい。ごめんなさい。やっちゃった。まあ完璧にルアーだけ取りました。すいません。なんかちょっと前に見たような気がする。見たな。いや今網の中入んなかったです魚が。すいません、また釣ってください。今ね72です。72？ OK。ランカーじゃなければ OK ですよ。やばい、ランカー狙ってみた動画でランカー出ないの悔しい。もう明らかに流れ緩いですもんね。緩いね。まあでもまあ流れてるっちゃ流れてるんだよな。お、よしよし、ヒット。上にいたね。うわーなんかプレッシャー。着水ドンだね。着水ドンでした。さあ大きくないことを祈ってしまった。大きくないよ。今年初めてミスりましたよ、タモ網。もうちょっと泳がす。これで元気なの怖い。おお元気。すごいね。さあ上げますよ。怖いよ。イエーイ。コークフィッシュ。見てこの綺麗な魚。綺麗だな。いい魚。よし。70ぐらいですかね。そうですね。やったー。13分の 2？ 14か。いや忘れましょう。その今日はダメだ。まあね。まあもう楽しちゃ OK ですよ。釣れたんでね。はい、ありがとう。お願いします。いやー不定な。ねえ引く。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということでランカーシーバス狙ってみたシリーズ動画だったんですけど、75、6まででしたかね。そうですね。はい、でもすごい今日はこのバイトの嵐、楽しいな。かけれないのは多かったけど。秋の最盛期でいい時に来れてよかったです。ちょっとでかい群れに当たってなかったですけどね。なんかずれちゃってすいません。いえまあちょっと天候もね、雨降ったり風吹いたりで、そうですね、後半はちょっと厳しかったけど、楽しかったです。また遊びに来てください。はい、ありがとうございました。ということで赤塚健一さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。また。